everyone. I'm Yoshi Kasahara. Thank you for watching our live show and thank you for joining us. Okay, this is Catherine Jackson. and this is 川堀日子です。どうもこんにちは。今日はですね、皆さんにもっといろいろ伝えようと思ってで立ち上がって、やらせていただきたいと思います。今日はですね、外国人をこう、日本に、先週もですね、外国人を日本に呼ぶで、特に今回は外国人の自分のね、同じ会社の人が日本に来て、いろいろ回転寿司屋さん行ったりお箸の使い方やったりとかね、そういうのをやりました。で、今回は、またその続きということで、いろいろ案内をしていくようになります。なのでまず最初にね、皆さんもだんだん周りにですね、外国人が、多く来るようにね、なってきて、だんだん話そうと思えば話すチャンスいっぱいあるんじゃないかと思うんですよ。なかなか声かけるのはね大変だけど、困ってそうなね人もいると思うし、そういう人を中心にですね、西子さんに話してあげるといいかと思います。そうですね。最近どうでした？なんか前に秋葉原駅で、ちょっと秋葉原駅って、出口が3ぐらいあるんですね。結構 3,4 ぐらいあるんですよ。ありますよね。昭和通り口とかメイン電気街とか、あとアトレ口っていうのがあるんですけど、そのメインのところじゃないとスイカが買えないみたいで、私それ知らなくて、で外国の方が迷ってて、でやったけど、ここじゃ買えないんだってなって、メインのところまで一緒に行きましたね。偉いですね。それはね、一緒にね、参考になると思いますよ。Come with me でもいいですね。そんなのいいと思います。Katie, any topics that you have now? I did take the JLPT over the weekend. Okay. Do you guys know JLPT? Japanese Language Proficiency Test. で、これは日本語能力検定。で、これは日本人のためというよりは外国人のためにいるテストで、世界中で受けられるんですよ。そうなんですね。Is that twice a year? Twice a year. Every 6 months. 年に2回ね、6ヶ月ごとにあります。で、このテストを受けて、日本の大学に入る人とか、あとは就職する人で、日本のね大学だけじゃない、大学とか就職だけじゃなくて海外でも使えるんですね。僕の友達ではですね、航空会社、アメリカの航空会社入るのに2級持ってて、なんか優遇されて入った人間がいました。じゃあちょっとそれの資格というか、トイックみたいな感じですかね。そういう感じですね。コンタスってオーストラリアの航空会社結構3級とかそれで結構優先的に入れるとかいうので少し価値がある。で、まだ日本語は世界中でそんなに話せる人いないから、価値がないと思ってる人もいますけど、でも日本語って逆にそういう人が少ないので、話せる人も少ないから希少価値とかあるかもしれない。そういう意味でも言いました。How was your test? It was easier than last time. Maybe I passed. Maybe. I'm hoping. Okay, she's going to pass the test. So, どういうことをやるんですか？ What sort of test? What kind of things that the test includes, like briefly? Well, it was a multiple choice question test. Do you know multiple choice? っていうのはこれ選んでいく。選択式のね。なんかそれでなんだっけ、実地というかなんていうんですか、こうコミュニケーションとテストとか。Do you have the communication test? Like No, there's no speaking element. そうなんですね。筆記ですね。So just writing, listening, reading. じゃあもう完璧ですね。You'll be good. Hopefully. So how are there many people in a test center? Many people. そんなに？All over Tokyo, Saitama, Chiba, and then I think all over every prefecture. どこの県とか市でもたくさんいるんじゃないか。More and more difficult, I think, because so many foreigners are coming to Japan, living, just traveling, but also living, working, studying. So many people are kind of interested in Japanese things, and it's a difficult language. すごくね難しい言葉。そうですね。What do you think of the Japanese? The sound, pronunciation, is it difficult for you? I don't find it very difficult. Pronunciation は日本語は大丈夫、シンプルだと。What do you think of the
characters, like ひらがな、カタカナ、漢字 or those things? I like the hiragana. That's nice. That's nice. I don't like the katakana. よく言いますね、カタカナ。多くの外国人はカタカナに混乱します。で、なぜかというと、はい、例えばオーストラリアって書くじゃない？オーストラリア。はい、書きます。でも読んでもオーストラリア人はオーストラリアって分かんないから、オーストラリアって書かないと分かんないから、簡単、その日本人にとったらすごくフォネティック、いわゆるサウンドと、キャラクターが同じなんだけど、はいはい、違うんですよ。彼らからすると、はい、もうほとんどのカタカナが外国、いわゆる外来語がなるわけじゃん、はい、その音だけのものがね、カタカナってそういうものなんだけど、それが難しいの、外人にとったら、外国人にとったらなんなのこれって。だからあれがやっぱカタカナ英語は良くないっていうのはそこなんですよね。じゃあ私たちで言う漢字の意味となんかが違うってことになるんですね。そう、それに近いし、あと音が全然違うっていうのがね、一番大きい。音がそのまんまだったらいいと。オーストラリアとか、そういうオーストラリアじゃなくてレリア、オーストラリアとか、でもカタカナで書けないんだよね。書けないです。そういうものが多いから。そうで、日本人も英語をカタカナのように喋ろうとするので、うまく言えなくなってしまうというのがすごくあると思います。あとカタカナ英語って日本人が読めないカタカナ英語知ってます？知りません。あるんですか？あります。なんか多分検索したら出てくると思うんですけど、日本人はカタカナに見えてしまう。でも、海外の人は英語そのまま英語に、本当の問題ですね。そういうのがあるので、ぜひよかったら調べてみてください。皆さんそういうのもあるそうです。でも高速メソッドやればね、大丈夫ですね。必要ないかもしれないです。ではですね、最初のストーリー聞いてみましょう。で、ちょっとね、どこ行ったらいいっていう外国人に聞かれたら、それをどっかでおすすめのところないっつって、こういうのがありますという話です。結構分かりやすくできてると思うので、聞いてみてください。じゃあ行きますよ。OK, ready, go! Five-step listening. Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張できた同僚に日本を案内。Skip 2. Recommendations in Tokyo. 東京でおすすめ。Part 1. おすすめの美術館はどれですか？ First step. Could you give me recommendations for a museum to visit? Sure. How about the Sumida Hokusai Museum in Ryogoku? Hokusai is the famous Japanese painter, right? He painted the big wave? Yes, that's right. Let me give you the directions. Second step. Could you give いただけますか？ me 私に recommendations おすすめを for a museum 美術館のための to visit? 訪れるべき。Sure. いいですよ。 How about どうですか？ the Sumida Hokusai Museum 隅田北斎美術館は in Ryogoku? 両国にある。 Hokusai is 北斎はあります。 the famous Japanese painter, 有名な日本の画家で。 right? ですよね。 He painted 彼は描きました。 the big wave. その大きな波を。 Yes, はい。 that's それはあります。 right. 正しく。 Let me 私にさせてください。 give あげることを。 you あなたに。 the directions. 道順を。 Third step. Could you give いただけますか？ me 私に recommendations おすすめを。 for a museum 美術館のための to visit? 訪れるべき。 Sure. いいですよ。 How about どうですか？ the Sumida Hokusai Museum 隅田北斎美術館は in Ryogoku? 両国にある。 Hokusai is 北斎はあります。 the famous Japanese painter, 有名な日本の画家で。 right? ですよね。 He painted 彼は描きました。 the big wave. その大きな波を。 Yes, はい。 that's それはあります。 right. 正しく。 Let me 私にさせてください。 give あげることを。 you あなたに。 the directions. 道順を。 Fourth step. Could you give me recommendations for a museum to visit? Sure. How about the Sumida Hokusai Museum in Ryogoku? Hokusai is the famous Japanese painter, right? He painted the big wave. Yes, that's right. Let me give you the directions. Fifth step. Could you give me recommendations for a museum to visit? Sure. How about the Sumida Hokusai Museum in Ryogoku? Hokusai is the famous Japanese painter, right? He painted the big wave. Yes, that's right.
Let me give you the directions. Hello! どうも今ね、途中でちょっと回線がおかしくなったり、機械のトラブルがあってちょっと見えないところがあってすいませんでした。その後やり直しているので、見れていると思うんですが、何かありましたらまたコメントをお願いします。それから皆さんコメントどんどん入れてください。なるべく声でこちらで喋りながら答えますので、何かあったら言ってくださいね。はい、よろしくお願いします。どうでしたでしょう。墨田北斎ミュージアム、これは両国にね、駅にある、比較的新しくできた江戸時代の、版画とかね、やってる葛飾北斎というね、有名なペイントね、ペイント画家の、作品で、特にビッグウェーブっていうのがね、富士山とこの中にビッグウェーブがこうあると、これ世界的に有名で、時のブルーのカラーもね、日本だけの特別なブルーだと。Katie, do you have any kind of comments about Katsushika Hokusai? I remember learning about him in school when I was about 14, 15. 14歳、15歳、イギリスで北斎について勉強した覚えがあると言ってました。What did you learn there? So what? Did I learn about him? I learned he was an eccentric. Eccentric な人だと。I think he lived or chose to live in poverty. Poverty. そう、彼はね、貧しく生きる、質素に生きることを選んだと。ね、poverty って今単独出ましたね。poverty っていうのは貧しい。ね、貧しくということです。Okay? そう、ケイティはね、キャサリンは絵をね、大学で専攻してたので結構詳しく知ってます。まあでもずっと前に日本でいうね、中学生ぐらいの時に、学んだと。そのぐらい世界でも有名な、人ですのでね、皆さんもね、よく知っておくといいと思います。だから三保松原とかね、世界遺産になった、そのお力のね、力が大きいんじゃないかと思います。じゃあちょっとですね、この出てきた、単語とかそういうのをね、復習していきましょう。OK。Could you give me the recommendations for museum to visit? Could you give me recommendations? Recommendations っていうのはもちろん皆さん知ってるように、推薦ですね。Do you recommend? とか Could you recommend? って言ったら動詞です。So, could you recommend any good restaurants? とか、recommend って言ったら、その動詞として、推薦できますかっていう時はそういう。で、give me recommendations と推薦をもらえますかっていうことですね。じゃあ、suggest はそうそう、could you suggest? suggest も動詞です。で、suggestion が名詞。ね、動詞名詞ってめんどくさく言うとあれですけど、何々するってね、動作のことだったら suggest. Could you suggest any good restaurants? Could you recommend any good restaurants? Could you give me recommendations? とかね、そういうふうになります。どっちでも使いやすい方を使いやすい方をやってみてください。そう、じゃあ、recommendations, maybe the pronunciation? So, repeat after Katie.Recommendations 西子さんどうぞRecommendations で、Recommendations 図の方がいいです。名詞でね、よくこういう時は名詞 S で Recommendations なぜかというと Recommendation ってだけで言うと1個ってことになっちゃうし、で Recommendations そういっぱい欲しい。そうで、もし単数で言うんだったらつけなきゃならない変な話になっちゃいますので、でよくね、前言ったように自己紹介でも趣味の時に、例えば Do you have a hobby? って言うとなんかちょっと、でもCould you tell me about your hobbies? とか、なんか何個かあるように思わせた方がいいっていうのがありますね。1個しか趣味ないんじゃないって言ってるようになっちゃうのでね、そういうところで。だからこの時も Could you give me recommendations? ってことはこの人いっぱい知ってると思うからなんかいろいろ教えてくれないって言って、Could you give me a recommendation? って1個しかないからちょっとこの人1個しか知らないのかなみたいな、1個しかいいことないのかなみたいなそういうニュアンスですけど、ありますね。じゃあ、Could you give me recommendations for a museum to visit? これを、キャサリンの後に言ってみてみましょう。OK? Could you give me recommendations for a museum to visit? OK。西子さん言ってみましょう。Could you give me recommendations for a museum to visit?
visit はね、V だからね。visit。to visit。ちょっとこの漢字で visit って言います。はい。recommendations の R も下をタッチさせない。recommendations。recommend。So recommend means recommendations。Okay, great. So the next one is the how about. これはもう自己紹介でも How about you とかね、How about yourself とか、何々はどうですかって使います。で、例えばMy name is とか、または Hello, 例えば Hello, how are you って言われて I'm good and you って聞くときに How about you って聞いてみるわけ。はい、あなたはどうっていうときにね、聞きます。で、How about で、これ自分でサジェスションって How about the 墨田北斎 Museum in 両国ね、これ聞いてます。で、こんな風にして言うといいです。So maybe something, this is maybe easy. So その後ですね、はい、Let me give you directions. Let me give you. Let me って私にさせてあげることをあなたに。directions. Directions ってのは大体道案内とかそういうのを言います。direction。I'll give the directions to どって言うと、それはどこどこに道順を教える。右曲がって。で、海外は、アメリカなんかは特に Go straight on 例えば、Frederick Street。Go down とかね。はい。Go down なんとか street で Go down なんとか street って言うけど、日本ってあんまり道の名前分かってなかったり、はい、なかなか難しいよね。だからあそこに There's a kind of a dog turn left. When the dog barks at the turn left, it's something 日本はあれですけど、でも一生懸命それでも道を教えてあげる。何か目印、インターセクションとかね、はい、そういうのを見て、それのやり方についてはこの後にもっとやりますのでね。その時にまた詳しくやる。この時はね、今はとりあえず、なんていうんですか、こうダイレクションズがそういうものだと覚えてです、道順を言うことになります。ではですね、もう一度このシャドウィング、今分かったやつを頭に定着させる作業としてシャドウィングになります。で、まずファーストステップは聞いてください、そのまんま。今の状態で分かるかどうか。で、とりあえず今回は分かっても分からなくても、セカンドステップで英語を繰り返してください。言われた英語を繰り返す。で、サードステップ早いですけど繰り返して頑張って。で、フォーステップは一生懸命聞いてみてください。そして、フィフステップで、どのぐらい自分がね、また分かるようになってまた話せるかっていうのを見てください。で、このシャドウィングができるようになれば、ここはもうそれ以上勉強する必要がないですから。行ってみましょうか。5-step listening. Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張できた同僚に日本を案内。Skip 2. Recommendations in Tokyo. 東京でおすすめ。Part 1. おすすめの美術館はどれですか？ First step. Could you give me recommendations for a museum to visit? Sure. How about the 墨田北斎 Museum in 両国? Hokusai is the famous Japanese painter, right? He painted the big wave? Yes, that's right. Let me give you the directions. Second step. Could you give いただけますか？ me 私に recommendations おすすめを for a museum 美術館のための to visit? 訪れるべき。 Sure. いいですよ。 How about どうですか？ the 墨田北斎 Museum 墨田北斎美術館は in 両国? 両国にある。 Hokusai is 北斎はあります。 the famous Japanese painter, 有名な日本の画家で right? ですよね。 He painted 彼は描きました。 the big wave. その大きな波を。 Yes, はい。 that's それはあります。 right. 正しく Let me 私にさせてください。 give あげることを you あなたに the directions. 道順を。 Third step.
Could you give いただけますか me 私に recommendations おすすめを for a museum 美術館のための to visit? 訪れるべき Sure. いいですよ How about どうですか the Sumida Hokusai Museum 隅田国際美術館は in Ryogoku? 両国にある Hokusai is 北斎はあります the famous Japanese painter, 有名な日本の画家で right? ですよね He painted 彼は描きました the big wave. その大きな波を Yes. はい That's それはあります right. 正しく Let me 私にさせてください give あげることを you あなたに the directions. 道順を Fourth step. Could you give me recommendations for a museum to visit? Sure. How about the Sumida Hokusai Museum in Ryogoku? Hokusai is the famous Japanese painter, right? He painted the big wave. Yes, that's right. Let me give you the directions. Fifth step. Could you give me recommendations for a museum to visit? Sure. How about the Sumida Hokusai Museum in Ryogoku? Hokusai is the famous Japanese painter, right? He painted the big wave. Yes, that's right. Let me give you the directions. Hello, welcome back. 皆さんどうでしたか？シャドーイングね、ちょっと難しいところもあるかもしれないですが、シャドーイングを聞いて、繰り返して、でどの5ステップリスニングもそのようにして学習してください。では今日はちょっと、今やったことを練習をしたいと思います。Could you give me recommendations for a something to なんとかね、彼女に例えば日本の、何かを推薦することがあれば皆さん、はい、タイプしてきてもらってもいいです。ここに入れてもらってもいいし、何か口の中でね、心の中で言ってもらってもいいです。そう、じゃあ、キャサリンが皆さん聞きますので、何かあったらぜひお願いします。Maybe ask them. Do you have any recommendations in Tokyo? So, do you have any recommendations in Tokyo? 東京東京で何かおすすめの場所はありますか、というふうに聞いてます。皆さん結構今来てますので、恥ずかしがらずに、スマホでねタイプするのめんどくさいとか大変だって人もいると思うんですけど、あったら言ってくださいね。西子さん何かありますか？私ですか？ Do you have any recommendations? そうですね、リコメンデーション。I recommend. そうですね。I recommend. スプリングなんていうんですか？温泉？hot spring. Hot springs. In where? どこだろう？いっぱいありますね。大江戸。Anywhere? 大江戸。箱根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 。Famous for hot springs. Hot springs. Yeah. いいですね。箱根 hot springs is good. Really good. Really good. あと温泉卵とかね。温泉卵。Do you know the 温泉卵? I don't. What is the onsen tamago? The onsen. 温泉卵。 Hot spring egg. Hot spring egg. So it's a type of, you can say, it's a type of boiled egg. Okay. It's a type of boiled egg boiled by hot spring Springs. water. So usually when you make a boiled egg, it's usually water, Yeah. which is Hot. really hot. So, but you can use it, and it depends. It totally depends on the temperature, right? 温度に。So if the onsen is not hot enough, this is not really boiled much. If it is really high, so then, はい。 do you know Hakone has a black type of egg? I heard about the black egg. Black egg. So Is that the one? It doesn't taste good, or? taste actually good. Okay. So you know one Hakone はい。大涌谷だっけ？大涌谷はい。 egg, onsen egg gives you one egg gives you 7 years of your lifetime. Really? So if you have 14 years, ね、なんか長生きできる。 Can get immortality. So usually that's really like people go there and always eat because they want a longer lifetime. So Get immortality. immortality. What do you mean? To live forever. Ever. I keep eating the black hot spring eggs and live forever. Live. So lifetime becomes endless. Yes. So immortality. So many people wanna do that, but people eventually die. So but 皆さんね、だんだん長生きのね時代になってきて、人生100年と言われておりますがね。はい。長く健康に美しく生きたいところですね。そうですね。はい。
さあ皆さんどうでしょう、こんな感じでねCan you recommend? Could you recommend? で Could you recommend が一番丁寧ですね、Could you give me recommendations? っていう言い方もありますね。いろいろあと例えばレストランに行って、What's the soup of the day? とかっていう時も、Could you give me any recommendations on the menu? on the menu でなんかそうですね、迷いますもんね。しかもわからない、海外に行ったらわからないものとかも結構多いので。What do you recommend? Do you recommend? What do you recommend? What do you recommend? What do you recommend? よく使います。What do you recommend? ね、非常によく使います。で、これもよく覚えておいてください。皆さん海外行った時に What do you recommend? ね、聞くといいです。レストランとかね。あともうスープの What's the soup of the day? とかね、よくそうするとその日の一番美味しいスープはこれですよ。おすすめです。おすすめ。ね、おすすめを匂わして What's the soup of the day? ね、よく言います。で、What do you recommend on the menu? ね、よく使います。外国人もそうやって聞いてくるかもしれない。I recommend です。よく。So, Katie, for example, wants to go to maybe Akihabara. What do you recommend? そうですね、メイドカフェ。メイドカフェですね、やっぱりもういっぱいありますからね。メイドカフェ。Okay. Yeah, many of my friends in America or in England, they are so kind of curious about even like girls. 女の子みんな。They really like I don't know what I know. So Yoshi, would you like to go or something? I don't have the guts to go there. So, Kate, do you want to go to a maid cafe? Maybe one time. One time. I want to check it out. Check it out. Check it out. Check it out. ね、check it out って調べるためにね、try するために。check it out。なんか外国、本当キャストさんも中で働いてる方も外国の方、もう日本人全然いないっていうのところもあるんですよね。Only 外人メイドカフェ。Oh, I didn't know that. So Akihabara, what sort of kind of impression do you have? Akihabara is a game, appliance, electrical. It's kind of famous for electric things, appliances. Yeah, that's true. So, それではですね、皆さんね、こんなことを、踏まえながら、今度ちょっと4ステップスピーキングやってみます。で、今のところから選んだのを出しますので、少しお待ちください。Okay, stay tuned. I think. Four-step speaking. Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張できた同僚に日本を案内。Skip 2. Recommendations in Tokyo. 東京でおすすめ。1. First step. 訪れるべきおすすめの美術館を教えていただけますか？ Could you give me recommendations for a museum to visit? Second step. いただけますか？ Could you give 私に me おすすめを recommendations 美術館のための for a museum 訪れるべき to visit? Third step. いただけますか？ Could you give 私に me おすすめを recommendations 美術館のための for a museum 訪れるべき to visit? Fourth step. 訪れるべきおすすめの美術館を教えていただけますか？ Could you give me recommendations for a museum to visit? 2. First step.
両国にある墨田北斎美術館はいかがですか？ How about the Sumida Hokusai Museum in Ryogoku? Second step. どうですか？ How about 墨田北斎美術館は the Sumida Hokusai Museum 両国にある。 in Ryogoku? Third step. どうですか？ How about 墨田北斎美術館は the Sumida Hokusai Museum 両国にある。 in Ryogoku? Fourth step. 両国にある墨田北斎美術館はいかがですか？ How about the Sumida Hokusai Museum in Ryogoku? Hello, welcome back. どうでしたか皆さん、話せました？セグメントごとにね言うと。で、セグメントごとに言うときは一文どうだとかあんまり考えないで言うんでいいです。私たち前も言いましたけど、日本人もここまでが丸だとかここまでがワンセンテンスと思わないこと。でも英語でじゃあセンテンス話せってよく英会学校とかで言われるんだけど、どうしようって人は主語と動詞が入ってるか、私がどうした、ね、それが例えば I recommend が入ってるかどうか。例えば What do you recommend っていきなり墨田北斎ミュージアムっていうよりは I recommend なんとかね、墨田北斎ミュージアムとか言った方がいいです、ね。What did you do last weekend? I went to the 墨田北斎ミュージアムって言った方がいいです。ただ墨田北斎ミュージアムっていうよりはずっと英語らしい、ね。でその考え方がすごく大事になってきますので、皆さんもそれを覚えておいてください。で、今日やった表現含めてですね、リクエストとかオファー大事です。あとこうやって会話を進めていくっていうのを毎回やっていきますので、ぜひ、掴んでください。さあ西子さん何かありますか？こうやっている中で、何ですか？なんか勉強になったこと、What do you recommend とか。そう。じゃあ何個か練習しましょうか。はいはい。Catherine wanna go to Chiba. So what do you recommend in Chiba? The last time was Akihabara, but this time Chiba. Is there anything in Chiba? Chiba? I don't know. 千葉に何かありますか？千葉なんか神社ありますよね、大きい。何でしたっけ？千葉神社。へえ。何でしたっけ？忘れちゃった。なんかありますよね、あと千葉だと千葉、東京ベイ、東京ベイ、and also 東京ディズニーランド、ディズニーリゾートとかね。あ、そうですね。ね、Ladies and Gentlemen, Boys and Girls。ね、私たち一緒に働いてるのでね、コートコモンっていうのはそこの英語のナレーションやってる。カートさん。ね、大きい。彼の大きいですね。そう、彼もやってますけど、ディズニーランド。あと千葉だとね、成田エアポートとかね、あと成田山お寺ね、有名になりますね。まあそんな感じでいろいろおすすめできるといいと思います。で、今日は、これで前半そろそろ終わりました。で、後半はさらにですね、このお話を進めたいと思っています。で、今度は英語の案内はありますか？もう現実にそのミュージアムに行って聞くっていうところから始めます。ぜひ皆さん、join us on maybe now after that, okay? じゃあ、変わりますのでよろしくお願いいたします。Please stay tuned and join us, okay? じゃあ、入ってみてください。